ちは、メイです。前回エイブルシスターズとのり巻きのアイスクリームショップを作ったので、今回は博物館周りを整備します。この道をまっすぐ行ったところにフータのテントがあります。博物館に寄付予定はないので、フータにはずっとテント生活をしてもらいます。今回もここから見える範囲を集中的に攻めていきます。ある程度下書きでどんなクリエイトにするか決めていきます。横向きの丸太の柵なのですが、今にも壊れそうに斜めっていますね。今回も私が何を書いているのか問題です。こういう縦線は麦畑です。島と練り子にいつも苦戦しています。前回同様モコモコしていますね。地図記号みたいなのは畑です。こちらの島と練り子は成功です。葉っぱを描けばよかったのかと学んでいます。答え合わせの時間です。これ全部わかったら天才ですね。こんな感じで今回は作っていきます。クリエイトする範囲はこの辺りです。半分以上が湖になる予定です。まずは今にも倒れそうな横向きの丸太の柵を立てるためにマイデザインを敷いていきます。ほぼ真上から見ている状況で柵を描く難易度が高すぎます。倒れそうにもない頑丈な柵を立てていきます。ぶつかったら痛そうですね。利便性のために柵の一部を上げておきます。椅子を置くので地面を剥げさせます。川の河口からフータのテントの裏にかけて湖と川を作っていきます。ここから2分ほど地面を掘り進めます。はい、ではここで毎回恒例集まれ動物の森マニアッククイズのお時間です。前回は草食動物のふりをしたジャスティン親子の問題でしたね。今回は博物館の動画なのでフータについての問題です。あつ森では同じ会話しかしてくれない固定住民ですが、おい森ではフータも自分のことについて語っていました。さて問題です。フータの好みのタイプはどんなタイプでしょうか？正解は都会風な垢抜けた年上マダムです。フータはネオンきらめく都会出身なので都会風なおしゃれな方が好きなんでしょうね。今回はそんなフータのためにちょっとシティっぽいおしゃれなスプラトゥーンの BGM にしておきました。この辺りにある紫のヒヤシンスは島のあちこちに使う予定なので今回はそのまま放置しています。すべて使い切った頃にはまた隙間クリエイトとして湖と砂浜の間のクリエイトをする予定です。まだフータのテントの裏まで掘れていませんが、南側から完成させていきます。まずは道を北に伸ばしていきます。フータは以前都会暮らしをしていたそうなので、実はシティボーイなんですよね。そんなフータに寄贈をせず、自給自足を強いるとは鬼の所業ですね。これからも寄贈をしないので、マスターに会いたくなったらオランジ島に行って会いに来ます。湖が殺風景なので草を生やして自然な感じにしていきます。サトウキビを植えて草に少しだけ変化を加えます。現実も水辺に生えている草もいろんな種類がありますよね。こんな感じでサトウキビを麦畑に混ぜておくと住民との会話が変化するので集まりを楽しむ上でもおすすめです。特に食いしん坊のぼんやり系との会話が面白いです。少しだけ雑草を加えます。
次は本日のメイン、テント周りの整備です。ここまで全て前置きとは長いですね。テント裏に川を作っていきます。自給自足の生活をするためには川の近くに住んだ方がお得だと思うんです。台風や大雨の時に川の近くでテント生活だとかなり心配ですが、フータはフクロウなので最悪飛んで逃げれるので OK です。動物の森はそんな心配もないくらい平和なので、リスクの配慮は必要ないのかもしれませんね。フータが自給自足をしているところを再現するためにかぼちゃの畑を作ります。なぜじゃがいもではなくかぼちゃなのかというと、色が可愛いからです。今回は緑と白のかぼちゃを採用しています。オレンジのかぼちゃの方が島主も料理することもできるのですが、作物を泥棒されないようにあえてという解釈もできますね。有刺鉄線を立てていきます。裏の川から泥棒の侵入を防ぎます。ようやくかけ方が分かった島とねりこですね。島とねりこの前にベグとロープを張っていきます。1ヶ月くらい毎日タイムトラベルをしてはベグとロープのレシピを探しているのですが、なかなか出てきません。レアなレシピなんでしょうか。自給自足の生活をしていて地面が剥げていないのはリアルさに欠けるので、地面を剥げさせます。フータはいつも突然たぬきちに新しい町作っただのも、新しい島作っただのも来てだもと言われてのこのこついていきます。毎回田舎臭いのは嫌だと思っているのに、なぜついてきてしまうのか、騙されているのではないかと心配です。もし私がフータの母だったら、またたぬきちに騙されてるんじゃないのと言ってしまうかもしれないですね。この話もおいでよ動物の森時代に連続ドラマイベントでフータが話していたことをもとに話しています。フータのテント周りが完成しました。次は左側を整備していきます。石の橋の前の道路と前回途中まで整備した道をフータのテントの道までつなげていきます。案内所の横は何にしようかなと今も考え中です。どうせなら石の橋を生かしたのどかな風景が作れたらなと思っています。赤い虫取り少年のいる場所に針葉樹をたくさん植えていきます。虫取り少年が喜びそうな森を作ります。フータは虫に怯えそうですね。虫が苦手だと自給自足がハードモードな気がします。針葉樹はすべて育ちきった大きなものを使います。テントの後ろに針葉樹がある組み合わせが好きです。島なのに山っぽくなるんですよね。足りないところは新しく植えていきます。右側の隙間が気になるので調整します。隙間が空きすぎてしまうところは家具で埋めます。森が増しましたね。遠くからも森がちら見えしてていい感じです。左側がどうしても写真に写ってしまうので、最後にそこだけ整備します。石壁を立てるので獣道を敷いていきます。次回以降に石壁のところを整備するので適当に立てていきます。左側が少し埋まって先ほどよりいい感じになりましたね。これで全て完成です。自給自足を強いられているフータのテント生活はいかがだったでしょうか。これからもフータに寄贈をしないのでシトロン島ではテント生活ですね。博物館に寄贈しない形もありかもと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。